婚活でいい人に出会えない、いつまで続くんだろう、もう傷つきたくないと思っている方へ、状況が良くならない原因は頑張る順番を間違えていることにあります。結婚相手に出会うためには必要なステップと順番があり、多くの婚活はステップを飛ばして最後だけの活動をしています。私もそうでした。私は幼少期の家庭環境や過去の恋愛から男性不信を抱えて生きてきました。一度離婚を経験したバツイチでもあります。無理に男性不信を克服しようとするのをやめ、自分に向き合った結果、私は現在43歳で、昨年の42歳の時に夫になる人に出会い、知り合ってから18日で婚約、2ヶ月半で結婚をしました。本当に大切にされて愛される結婚を叶え、私にとって本当に合う人と出会うことができ、心から幸せと言える日々を送っています。男性不信でバツイチの40代の私が実践してきた3つのステップがあります。ステップ1、自分を知ること。ステップ2、自分が本当に望む相手を知ること。ステップ3、相手に出会うための行動をとること。この3つのステップはステップごとに1ヶ月かけ、合計3ヶ月が目安としてかかります。この方法を知れば、たったの3ヶ月で状況を変えることができ、最短で成果を出せる期間だと自信を持って言えます。この3つのステップの概要は別の動画で紹介をしていますので、そちらを見ていただけたら幸いです。ここではステップ2の自分が本当に望む相手を知ることの取り組み方をご紹介します。この動画では婚活を頑張っているのにいい人に出会えない、うまくいかないと思っている方へ、3ヶ月で頑張っていた順番を変え、私が実践してきた3つのステップで大切にされて愛される結婚を叶え、本当に合う人と出会うことができ、心から幸せと言える日々を送る方法のうち、ステップ2の具体的な取り組み方をご紹介します。それではステップ2、自分が本当に望む相手を知ることの具体的な取り組み方をご紹介します。このステップ2では1ヶ月目に行ったステップ1がベースになります。ステップ1の質問の内容が自分が本当に望む人生を知るための内容に変わっていくだけです。そのため、ステップ1を取り組んでからステップ2に進んでください。ステップ1については別の動画でご紹介していますので、そちらをご覧いただければと思います。それではステップ2で行ってもらう具体的な内容は、1つ目、ステップ1で自分を知るための質問の答えに対してその根源を探すこと。2つ目、新しく追加した質問、自分が本当に望む人生を知ることに答えてみることです。ステップ2については、望んでいる相手はあなたの人生の中の一部で、望む人生の中にその相手が存在しているので、まず望む人生を知る必要があるため、自分が本当に望む人生を知るという質問に答えていただきたいと思います。ステップ2のスケジュールは、1週目は3日おきにステップ1で答えた内容の根源を探していただきます。例えば、あなたはどんな時に嬉しい気持ちになりますか？嬉しかった時の出来事を実際に思い出してみてください。などです。それ以外は用意した自分が本当に望む人生を知る質問を1問答えていただくという具合です。2週目、3週目については3日おきだったのが2日おき、4週目では1日おきにステップ1で答えていただいた内容の根源を探していただくという具合です。問いかけるタイミングは朝起きた時や夜寝る前など、ご自身の少し落ち着いていられる時間帯やタイミングでやってみてください。そして今回の自分が本当に望む人生を知る質問に答える際には、答えた内容についてご自身でも客観視する目的と忘れないために、ノートに書いたりパソコンのメモに書くなどして記録に残しておいてください。これは一度書いたらそれで終わりではなく、後でもっと望む未来が浮かんだらその都度アップデートしてください。それではステップ1で答えた内容に対してその根源を探していく方法についてです。どんな内容を答えたかは重要ではなく、どうしてそのように思ったのかについて時間をかけて探していくのが目的です。例えば、あなたはどんな時に嬉しい気持ちになりますか？嬉しかった時の出来事を実際に思い出してみてください。
この問いの答えが、例えば作ったご飯を美味しいと食べてくれる時とします。この出てきたことに対してどうしてそう感じるのと探す問いかけをします。作ったご飯を気に入ってくれたから、喜んでくれたから。この出てきたことに対して本当にと問いかけていきます。本当ですと答えられるまで続けていきます。それでは続けてみます。本当に私が食べたいと思っていたご飯で、それを相手も喜んでくれたから、本当にを続けます。私が食べたいと思っていて、それを食べることを自分自身が喜んでいて、そんなことを知らない相手もそのメニューに喜んでいるから、誰も嫌な気分になっていなくて、2人で美味しく一緒に食べていて、2人で満たされていることが嬉しい。本当にを続けます。本当です。この本当ですが出るまで続けていただき、ここまでで終わりになります。ステップ1の気分の根源を探すことについては、その気持ちになっている理由を探していましたが、今回は少し複雑で、どうしてその答えをしたのかについて探していきます。一度答えたことに対して根源を探していくと、本当は違ったかも、本当はこうかもしれないとなることもあるかもしれません。それは間違いではなく、今のあなたの状態なので、ご自身を理解していく上で理解の精度が上がっていっているだけです。この取り組みもまたとても疲れるものなので、心が折れてしまいそうになったら無理に行う必要はありません。根源探しをする以外は、用意した自分が本当に望む人生を知る質問があるので、一問答えるなどしてご自身のことを知りながら、少しずつ未来についてイメージをしていきましょう。自分が本当に望む人生を知る質問については参考までに挙げていきますので、ぜひ取り組んでみてください。挙げていくときに意識してほしいことは、もっと望んでいいと自分に言ってあげることです。どうしても現時点から望みを描いてしまうので、現実的になりやすい傾向にあります。望んでいる人生を現実的に考えてしまい、書いた後の気持ちが大変そうだな、不安だなと思うことを書いてしまいがちです。ですが、望んでいる人生とは楽しかったり嬉しかったり、とても気分が良くなるものだと思いますので、そういった内容を書いていってみてください。私自身は母を見ていて、人生は苦労するものと刷り込みがされ、そして母は癌で亡くなってしまいましたし、無職で引きこもりの DV の父に対してとても恨みを持っている状態でした。私は絶対にこのような同じような仲にはなりたくないと思っていました。一度目の結婚で夫は DV ではなかったし、引きこもることもなく働いていました。ですが、どんな家庭を築きたいのかという望みを考えていませんでした。夫婦で幸せになれていればいいと思いましたが、幸せって何？という細かな部分の望みを自分で理解していなかったのです。この細かな部分を自分で理解していなければ、自分が幸せになれないと確信しました。この望む幸せについて考えるときに、どうしても幸せになっていいのかなと思ってしまう自分がいることに気がつきました。もっと望んでいいと言い聞かせても罪悪感のようなものがありました。その原因についてもステップ1の方法で問いかけてみると、母を見ていたからということが分かりました。ですが、私が母親の立場で、子供が本当はこんなことがしたいと望みがあるのに、それをしない原因が親のせいであるということがものすごく親不孝だと思ったんです。だから全ての望みを叶えてほしい、幸せになっていいと自分に優しく言うことで、自分の本当に望むことを知っていくことができました。なので、あなたももっと望んでいいし、幸せになっていいと優しく言ってあげてください。そして無制限にリアルにあなたの幸せな人生についてイメージをしてみてください。それでは、自分が本当に望む人生を知る具体的な質問について挙げていきます。どんなところに住みたいか、どんな家に住んでいたいか、どんな友人仲間と一緒にいたいか、どんな仕事をしていたいか、どんな暮らしをしていたいか、どのくらいお金を持っていたいか、何にお金を使いたいか、どんな姿をしていたいか、服装は、着ている服の色、手触り、香りは、髪型は、体型は、どんな気分で過ごしていたいか、どんな言葉遣いをしていて、どんな話し方で話をしているか、どんな一日を過ごしていたいか、一日のスケジュールを立ててみてください。どんな食事をしていたいか、どんなメニューでしょうか。あなたの人生に一緒にいて幸せを感じるパートナーはどんな人でしょうか。
パートナーとはどんな仲でいたいでしょうか。そのパートナーとどんなことをしていたいでしょうか。そのパートナーとどんな日々を送っていたいですか。パートナーと両者の家族との関係はどんな仲でいたいでしょうか。パートナーと喧嘩はしますでしょうか。どんな仲直りをしてどんなコミュニケーションの取り方をしていますでしょうか。そのパートナーと子供についてはどうしたいでしょうか。どんな家庭を築きたいでしょうか、などです。このステップ2では望んでいる未来について考える内容ですが、自分の望みがわからない場合もあると思います。その場合には絶対こうはなりたくないということを考えてみてください。私のことで例に出しますと、パートナーとの仲は他人のようなつながりのないパートナーシップになることは絶対になりたくないことです。不思議ですが、おのずと望みが見えやすくなってきます。ステップ1に続き、自分の本当の気持ちの根源を探す行為はとても大変ですし、億劫なことですが、あなたが幸せになる方法がそこにはあります。大変ですが、この取り組みをしなければ、ずっと誰かの意見や誰かの言葉を取り入れ、世の中の正解に従い、社会の考えや環境に左右されてしまい、一生あなた自身が本当に幸せになることができないからです。答えは全部あなたの中にあります。ステップ2はステップ1でご自身と向き合い方ができていればとても楽しい1ヶ月になると思っています。次のステップ3では相手に出会うための行動をとることに進んでいきます。私と同じようになってほしくないという気持ちと、一人でも多くの人が幸せの人生を送ってほしいという気持ちでこの動画を作っています。今回は3つのステップのうちステップ2をご紹介しましたが、ステップ1を取り組んでいない方はまずステップ1を落ち着いて実践してもらい、これまで頑張ってきた順番を変えることで少なくとも私のように苦しむことはないと思います。一日でも早く相手に出会うためには今からでも始めていただきたいです。実際にやってみてやり方が合っているかわからない、うまくできない、続けられないと思った方や、このステップについて詳しく知りたい方、一人ではどうしても不安になってしまう方のために、3ヶ月でご自身の力で自立して望む相手と出会うための準備を私と一緒に行う、大切にされ愛される私になるための3ヶ月プログラムをご用意しました。あなたの悩みに合わせてあなただけの個別サポートになっています。そして私は男性不信でもあるので、そんな私だからわかることもあるかと思います。まずはあなたの悩みをじっくり聞きたいので、遠慮なく概要欄のインスタグラムの DM へメッセージを送ってください。すぐにチャットをしましょう。これまで動画をご視聴いただきありがとうございます。少しでも楽しんでいただけたら幸いです。一人でも多くの方が幸せになっていただきたいと心から願っています。それでは失礼いたします。